皆さんいつもご視聴ありがとうございます。まこべです。今回は熊本にやってきました。熊本インターチェンジから車で約30分、もうね繁華街のすぐ近くまでやってきましたよ。この角を曲がると見えてきます。今回の目的地、そうなんです、御宿のどの熊本がオープンしたんです。なのでね、早速行ってみましたよ。早い時間に着いたので直接ですね、駐車場に入れることができました。なのでね、もしこちらの駐車場をね止められなかったら別の駐車場を案内していただけるそうでございます。1泊ね1500円で駐車できますよ。はい、ということで今日はですね、こちら熊本にね新しくできました御宿のどに泊まってみたいと思います。では正面玄関から入っていきましょう。もうお祝いの花がねいっぱい飾ってありますけれども、まずはですね、入り口を入るとスーツケースをね拭いてくださるんです。いやもう本当にいいサービスですよね。御宿ののといえば全館畳敷きでございます。なのでね、まず靴を靴箱に入れましょう。そして広々としたロビー階でございます。わあ、もう胡蝶蘭がいっぱいですね。ではフロントでねチェックインをしたいと思いますが、公式アプリから予約すると QR コードでチェックインができます。もうね最速でチェックインできるので、まこべいろんなホテル泊まってきたんですが、こちらがね一番早かったと思います。なのでね、ぜひこのサービス利用してみてください。雰囲気が出てきました。この御宿の熊本なんですけれども、九州では別府に次いで2店舗目になります。なのでね、天然温泉肥後の湯もねちょっと魅力的ですよ。もうたっぷりご紹介していきたいと思います。エレベーターの11階は天然温泉って書いてますけどね、ご覧ください。エレベーターの中も畳でございます。すごい。11階客室と温泉ですって。もう直行できますね、今回のお部屋。素晴らしい。行きますよ。今日のお部屋こちら1104でございます。カードキーでね開けたいと思いますよ。いきます。オープン。カードキー刺します。はい、ということで早速お部屋の中に入ってきました。もうね新品のいい香りがしております。では早速お部屋をご紹介していきます。ではお部屋のね入り口からご紹介していきたいと思います。まずね入ったらこちらにカードキーを挿してお部屋のルームライトをつけるという形になっております。そして向かって左側クローゼットになっております。ハンガー多いですね。2、4、6本とお部屋着でございます。今までのねお部屋着とちょっと柄が違うかなって感じですね。そして L サイズと M サイズ、もちろんねセパレートになっておりますよ。これ着心地良さそうですね。はい。そして私物のカバンを置いてますがね。はい。こちらにね消臭スプレーがあるということで、あとねこれなんですけれども、緊急用のね非常用スリッパもねこちらに置かれております。至れり尽くせり。
ではね、振り向きたいと思いますよ。カメラを回すと、こちら、もうね、ののさんはおなじみでございます。ここね、3つ扉があります。そして、こちらには姿見でございます。ではね、もうメインルーム開けてみましょう。正面ね、開けますよ。こちら、おー、すごい。わー。めっちゃあれですね。カラフルな壁紙になっております。そして正面にね、ベッドが2つ。もうこれはね、どこのののさんでもね、同じタイプのお部屋になっているかと思いますよ。ね。では、もう早速ベッドサイド行ってみましょう。こちらね、真ん中から行くと、コンセント類がこちらにございます。ね、喧嘩しないようにね、コンセント2つ、USB と C タイプもございます。でね、ここで照明ね、つけたり消したりもできると。そして、これがね、時計ですよ。時計、目覚まし時計。そしてこの下に、ティッシュでございます。あ、これ動かせないのかな。はい。で、非常用のね、ライトもこちらにございます。はい。こんな感じね。で、ちょっとね、ごめんなさい。ここをね、はぐりまして、こちらに行くと、読書灯もあるんですよ。こんな感じでね。はい。で、ダイヤルを回すと、はい、暗くしたり、明るくしたりもできるというタイプでございます。はい。これ同じものがね、反対側にもございます。ということで、ちょっとね、今マットに上がってみたんだけど、すごいね、いいマットですよ、これ。先にマットレス。いいですね。ちょっとね、弾力性があるタイプのマットレスになっております。で、見てください。このマットレスのね、幅。マコベのね、手が2つ分でございます。幅が広い。で、おなじみの枕チェックしましょう。いきますよ。これはね、あれですね、低反発の枕でね、真ん中にちょっと仕切りがあって、多分ね、こっち柔らかいタイプ、こっちはちょっと硬めって感じですかね。で、裏をひっくり返すと、裏はね、仕切りがないんですね。なので、どっちも柔らかめでございます。なかなかいい枕ですね。で、そしてこのふわふわの掛け布団ですよ。ふわふわでございます。ねえ。いや、もう夜寝るのが楽しみでございます。で、サイズ的にはね、セミダブルかなって感じのね、はい、ベッド2つでございます。そして、障子になってるんですけど、後でちょっと開けてみようかな。で、ちゃんとね、お花が飾ってあったり。で、この壁紙がね、和風旅館だけどちょっとモダンなね壁紙になってますよね。はい。で、こちらベンチがあるんですよ。ソファー、そしてテーブルとね、これもいいですね。座り心地良さそう。ここにもね背当てっていうんですか、クッションがあっていいですね。そしてこのソファー振り返って正面にテレビがございます。はい。で、テレビね、今館内のね、案内がテレビで見れるようになってますから。はい。で、もちろんね、Wi-Fi も、はい、無料でつながります。ということで。で、こちらに空気清浄機があって、こちらには金庫ですね。で、あんまり使うことないね、金庫でございます。で、この下開けると、お茶セットでございます。一番下ポット。それから、すごいこれ。コーヒーのセットですよ。ね。すごい。で、こちらが、和風のね、カップになっております。コーヒー入れて飲むのかなって感じですね。っていうことは、この隣、冷蔵庫となっております。オープンね。中何が入ってるんでしょうね。ちょっと開けてみたいと思います。よいしょ。そうなんですね。ののさんね、お部屋にね、こういったお菓子が置いてあるんですけど、こちらは滑らかマンゴープリンでございます。で、ちゃんと2人分用意されておりまして、お水もね、ドミーンさんのお水が2つ。これいいですよね。お風呂上がりとかにね、プリン食べたら、もう、至れり尽くせりでございますよね。
嬉しいサービス。そしてこちらにね、ちょっとした、はい、椅子がね、ございまして、この上でお仕事することもできるようなね、ちょっとしたスペースになっております。で、メモとペンがあって、ここにね、コンセント3つもあるんですよ。いいですね。で、ここのスイッチをつけると、上のね、はい、デスクのライトがつくということになっております。いや、いいですね。別府のね、ののさんにも泊まったことがありますけれども、お部屋の感じはね、一緒なんですが、こういった壁紙とか、こういうね、ソファーとかはちょっと違うかなって感じですね。はい。で、ちなみにテレビのリモコンなんですけど、ちゃんとね、YouTube も見れるようになっているテレビでございます。いいですね。はい。で、こちらにね、空調の、はい、エアコンのリモコンもあるということで、でね、ゴミ箱もあって。いや、いいんじゃないですかね。このソファーに座った眺めもなかなか良きでございます。ではね、お部屋紹介終わりましたのでね、まだ扉が2つありましたのでね、こちらの扉行ってみましょう。なんかこのマーク見たらわかるんですけど、オープン、暗かった。オープンということで、こちらがね、水回り、ドレッサー兼、シャワールームなんですかね、になっております。こちらにはね、ヘアドライヤーとハンドソープ、そしてね、ののね、はい、ロゴが入ったフェイスタオルが2つかけられております。で、このね、タオルハンガーっていうんですか、これも竹でね、できてる、ここもね、できてるのがね、私すごい統一感があっていいと思うんですよね。で、ここちょっと開けてるのでね、開けると、アメニティ揃ってますよ。歯ブラシ、そしてカミソリ。これは、すごい、シャワーキャープですね。はい。で、コットンセットと、ね、綿棒、そしてヘアブラシと、これもね、2つ分、ちゃんとね、はい、ありますね。で、コップがね、入っております。いや、これいいですね。はい。で、この下にね、お風呂セットが入ってるんですよ。お風呂セットね。はい。で、館内のね、旅っていうか、靴下ですよね。はい。で、ちゃんとなんていうんですか、着替えた洋服を入れるアメニティバッグと、そしてこのね、ちっちゃいんですけど、フェイスタオルよりね、ちっちゃいタオルが入ってまして、で、このののロゴがまた入った、このね、バスタオルがまたふかふかでね、大きいんですよ。だからね、すごいね、使い心地がいいです。このののバスタオルね。はい。という感じでね、お風呂セット。このカゴもいいですね。ちょうど、下着とかね、着替えを持っていくのにちょうどいいね、感じになっております。ね、で、洗面台も広々しております。ね、お化粧落とすのにね、顔を洗うのちょうどいいです。カミカミだったけど。ね、正面は大きな鏡がございます。もうこんなにね、大きかったらもう大丈夫でしょう。ね、はい、お化粧バッチリできます。じゃあ、振り向くと、ね、ののさんは、大浴場があるのでね、こちらのお部屋はシャワーブースのみとなっております。腰掛けられるようになっててね、ご高齢の方でも安心して使えるようなシャワーブースになっております。で、シャワーヘッドね、ちょっと、よいしょ。トートさんのね、シャワーヘッドでございますね。はい。そしてアメニティはこちらにございまして、これポーラさんのアメニティですよね。ののさんはどこもこのアメニティだと思います。はい。シャンプーと、それからコンディショナーとボディーソープとなっております。でね、ちゃんと水がね、はい、こっちに、はい、出ないようにね、バスマットも、はい、ありまして、いや、なかなか、はい、こじんまりとしてますが、スペース的にはすごく広く感じます。はい。なので、十分なんではないでしょうか。ね。はい、ということで、はい、バスルームのご紹介でした。ではね、反対側は、もうね、見ればわかります。おトイレですね。おトイレすごい。柄がね、可愛らしい柄になってますね。で、グリーンの壁紙。いいですね。そして、
ハンドタオルがありまして、ウォシュレットと。はい。ね。で、この、非常用の水もありまして、これね、もし、水がね、給水できなくなったら、これをタンクに移してね、おトイレできるっていう感じになっております。いいんですね。こういう棚もね、あったりして、なかなか、はい、いい感じのおトイレになっております。では、お部屋に再度戻ってきましてね、後ろ気になってたところね、外の景色を見てみたいと思います。オープン。意外とあれだな。外の景色普通ですね。隣のね、ホテルが映ってたりとか、ちょっとね、外観の、はい、壁が映ってたりとか、一番上ですからね。はい。で、この障子だけだと明るいんですよ。なので、上にね、ちゃんとロールカーテンがあります。なので、お休みの時はロールカーテンをして、障子を閉めた方が、遮光されてね、ぐっすりお休みになれますので、はい、こんな感じでございました。ではお待たせしました。天然温泉肥後の湯をご紹介していきたいと思います。まずはね、湯上がりどころ気になるのでね、ちょっと覗いてみたいと思いますよ。テーブルや椅子はね、たくさんありまして、奥に進むとね、はい、ソフトドリンク系のね、自販機がね、置いてありましたよ。そしてもちろん無料のね、お水もございます。さらに奥に行くと、なんとこれね、漫画がね、たくさんあるんですよ。こんなにいっぱいね、あるともう1泊2日じゃ読めないですよね。そして手もみどころということで、マッサージ屋さんもあったりね、喫煙所も中にありますので、なかなか充実したね、湯上がりどころになっております。そしてやっぱりね、熊本のね、ご紹介もしてる本があるということで、いやいいですよ、このスペース。なかなかね、こじんまりとしてますが、良かったですよ。では温泉はこちらでございますね。こちらの天然温泉、熊本県北部にある奈良の里温泉のお湯を使っているということでございます。そしてね、中のインテリアというかね、飾り付けが熊本城のお膝元ということで、兜があったりね、鴨入りの瓦風のね、はい、モチーフがあったりして、もう城好きの真壁にはね、なかなか、はい、いい雰囲気でございました。もちろんサウナもございまして、オートロウリュでございます。中にはね、ドミインコもいますから探してみてくださいね。そして外気浴ができたり、もちろん水風呂もございます。いや、もう熊本市内でこの設備があったらもうね、文句なしでございますよ。そして女性のね、お風呂だけなんでしょうか、ドライヤーがね、記入所だったんですよね。今話題の、もうね、最高でございました。髪もね、サラサラになって、もちろんお化粧品も揃っております。では湯上がりアイスいただきます。すごい、こんな袋に入ってるの初めて見た。ソーダ味でございます。結構ボリュームあるんですよね。なんか中がちょっとかき氷みたいになってて、外が細かいシャーベットアイスでございます。おいしい。生コーヒーからこう来て、何しよう、やっぱりホットコーヒーでしょう。さっきアイス食べてたんですけれどもね、1階のフロントに降りてきまして、ウェルカムドリンク飲み忘れてたということでね、はい、コーヒーをいただいてみました。いや、もうね、3時からこちらのウェルカムドリンクね、いただけます。もちろんね、お部屋に持ち帰ることもできますので、ぜひね、飲んでみてください。
さあお風呂も入ったことだし夕食を食べに行きましょうということで、どうしてもですね馬刺しが食べたかったので、アーケードの方にね移動しまして、馬刺しのお店に行ってみました。すごい皮がきめ細かいです。いただきます。お風呂上がりの一杯も最高ですね。こちらのお店なんですけれども、飲み放題プランとかもありまして、なかなかねいい感じのお店でございました。そしてお通しはね、この日は冷ややっこでしたね。いやもうこのぐらいのねお通しでねいい感じでございます。ではせっかく熊本に来たので馬刺しをいただきたいと思います。まずこちらが赤身、たてがみ、二エゴだそうでございます。一通りちょっといただきたいと思います。じゃあちょっとニンニク入れちゃってね、せっかくなんでしょうけどね。いい色。なんか冷凍物が多くてシャリシャリしたりするんですけど、そういうのが全然ないですね。ではもう馬肉といえばたてがみでしょう。いただきたいです。噛み応えがあって、今まで食べた中で一番美味しいかも。じゃあこれ二エゴいってみますね。今まで食べたことないから、赤身とたてがみのちょうどいい感じ。歯応えもあるし甘みもあるし、これは一番美味しいかも。他にもいろいろ食べたんですが、このね馬肉ステーキがめちゃめちゃ美味しかったですよ。なのでね、気になる方はぜひ熊本に行った時行ってみてください。夜はなかなか忙しいですよ。ホテルに戻りましたら小腹が空いたので、このね夜泣きそばを食べに来ました。夜のですね21時半からレストランで提供されております。とはいえね、まこべはちょっと遅めに行ったんですけれども、夜のね23時まで提供されているそうでございます。もうね御宿ののに泊まったらこの夜泣きそばを食べないといけないでしょうということでね、薬味もちゃんと入れまして、では早速ねレポートしてみたいと思いますよ。いただきます。こちらでございます。いや美味しそうですね。早速いただきたいと思います。スープから和風だしの浅いめでございます。醤油ラーメンですね。じゃあね、麺もね縮れ麺でございます。いただきます。ちょうどいい感じの茹で加減。そしてメンマも入ってて、でちょっとね海苔も入ってるんですよ。なのでちょっと磯風味な感じですよね。いや美味しい。あっさりしてて飲んだ後にちょうどいい感じでございます。もし食べれなかったらフロントに言えばカップラーメンのね、カップ麺の夜泣きそばいただけるので、ぜひね食べれなかった方はフロントに行ってください。ということでペロリといただいてごちそうさまでした。ちなみにこちらのレストラン夜もドリンクサービスしてました。なのでね、こちらの夜泣きそばをいただきながらねドリンクもいただくことができます。これねちょっと抹茶ラテをいただいてみましたよ。
Wi-Fi の速度もねちょっと気になったのでお部屋に戻って測ってみました。隣の表で見ての通りなんですが、動画を見るのにもね問題ないぐらいの速さでございました。ということでおやすみなさい。おはようございます。翌朝はね熊本城までお散歩してみました。いや、すがすがしい朝でねとっても気持ちよかったですよ。そしてお散歩の後は朝食でございます。いやね、ご当地メニューもあったりするのでね楽しみにしていましたよ。ではね早速ね動画でお伝えしていこうと思います。温宿のどさんの朝食はですねこんな感じで小鉢に入ってるんですよね。なのでねちょこっとずつね食べたいものを選べるっていうのが嬉しいサービスでございます。そしてなんといっても地元の食材をね使ったメニューがたくさんございます。中でもね真壁が好きだったのはこの熊本産のねナスを使ったたたきっていうのがねとってもあっさりしてて、美味しかったですね。温宿のどどさんは和風旅館ですのでどうしてもね和食中心のメニューになってしまうのかなという感じでございました。もちろん最後の方にねお伝えしますがパンだったりねそういったものもありましたよ。食事を実際食べる時にもねちょっとお伝えしたいと思うんですが、馬肉を使った料理もいくつかございました。ライブキッチンでね目の前で調理していただけるのもすごくね嬉しいサービスですよね。目の前で揚げてくれる天ぷらも美味しそうなんですけれども、中にはですね熊本名物からしれんこんの天ぷらもございましたよ。もうねいろいろメニューがありすぎてどれを取ったらいいか迷っちゃうほどだったんですけれども、もちろんねサラダコーナーもありましたし、果物やそれからねご当地ヨーグルトなんていう形でねございました。そしてもうこれ大好きです。いきなり団子ね嬉しいですね。蒸したてでございますよ。取りたいものを片っ端から取ってたらですねもうお盆にいっぱいになってしまいまして、とりあえずね一旦お席に持って行ってまた取りに参りました。こちらのですねお汁なんですけれども2種類ございました。豚汁とですね、熊本はだご汁っていうんですね。こちら私食べたことがなかったので取ってみたんですが、南関揚げっていうのがね乗ってるらしいです。なんかおすましみたいなねおつゆでございました。ちょっとね珍しいものもありますよ。ではねもうそろそろもう食べましょうかね。と席に戻ってみたらなんと中の人もてんこ盛りにね持ってきてましたよ。いやもう2人ともねこんなにいっぱい食べれるのっていうぐらいね取ってきちゃいました。ではね早速食レポしたいと思います。いただきます。すごいいっぱいありまして、こんなにねお魚も2種類あったりとか、揚げたての天ぷらでございますよ。美味しそう。それとご当地メニューのこれが馬肉の馬肉の煮込み、馬肉の煮込みでございます。そしてこれが何だったっけ、馬肉メンチカツだそうでございます。ご当地メニュー行こうかな。肉の煮込みすごいなんかこの辺がトロトロなのでいただきます。すごい味が染みてる。
ちょっとね、牛すじよりは歯ごたえがある感じですね。はい。じゃあ天ぷら、キスの天ぷら。すごい。揚げたてサクサクです。これは美味しい。そしてこれ言っていいですか？ご当地メニューの馬肉のメンチカツだそうです。なんかすごい馬肉がいっぱい入ってる。これすごいね。味が普通のメンチと違います。熊本産の、カルパッチョ、タイのカルパッチョ。すごい肉厚。本当はですね、先ほどのご飯だけでもお腹いっぱいだったんですが、やっぱりデザートにもね食べたいということで取ってきました。プリンがねあったりとか、それから先ほどねお伝えしたいきなり団子ですよね。熊本の食材をね使ったデザート、もうねおすすめでございます。これは熊本産で作ったプリンでそうでございます。滑らか。めっちゃもうとろけます。そして熊本といえばいきなり団子でございますね。これもう大好き。これは安定の美味しさ、間違いない。コーヒー。最後になりましたが、館内の設備もご紹介いたします。ランドリーはなんと洗濯機無料でございます。乾燥機は20分100円ということでね、いやーいいですね。そして電子レンジコーナーもあったり、それから自販機コーナーはねアルコールも売ってましたよ。いかがでしたか？今回は熊本初出店の温宿の熊本に泊まってみました。このチャンネルはホテルや旅館のレビュー、フェリー旅、鉄道旅をお届けしております。気に入っていただけたらグッドボタンやコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いやもうね盛りだくさんにお伝えしたつもりなんですけどね、まだまだお伝えしきれなかったところもございます。ぜひね熊本に行かれたら泊まってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の旅でお会いしましょう。